今日のですね、解説の質問は、ハンドルネーム、万年補欠さんからのはい、ハンドルネーム万年補欠さんからの質問で、フィラメント、レジンについてということでね、質問いただいてます。質問の内容がですね、最近 3D プリンタープルサミニを導入したものですということで、はい。PLA 樹脂の、出力物の糸引きはどうやって処理したらいいのでしょうか。 ABS ならサンディングもできますが、PLA ではうまくいかなかったので、ナイフで地道に削り取っていますが、うまい処理の方法がございましたらご教授願いたいですということでですね、今日は糸引きですね、テーマが糸引きということなんで、結構困ってらっしゃる方やっぱ多いのかなというところですよね。僕がキャンディーダイスというね、ブランドで、売っているグッズのですね、今ね、プリント終わったものが実はここにあります。ちょっとカメラ向けて見えるかな。万年補欠さんからの質問は PLA というね、ことだったんですけれども、これはね、TPU フィラメント、いわゆるその、柔らかいやつですね。柔らかいフィラメントで、出した、プリントした状態のね、オブジェクトがあります。で、まだね、サポートも外してないですし、このね、ちょっとひげというかこういう、こうね、糸引きが出ちゃってますよね、明らかにね。ちょっとうまくいってない感じが、しますが、僕はこれで実はもう出しちゃっていますと。とりあえずですね、今このオブジェクトについて、出ちゃってるね、この、についてはですね、ニッパーで切っちゃってますね。まあよくある、プラモデル用ニッパーで、使いやすいやつ、そんな高いやつじゃないです。で、こう、切り落としてしまってます。普段はですね、僕ちょっとそのキャンディーダイスというか、こう、プリントしたオブジェクトが多い時はですね、僕がもう作業していなくて、ちょっと外注に出しちゃっているんですけれども、その外注で作業してくださる方にもですね、レクチャーに行って、まあ、ニッパーでね、こうやって、切りながら落としてくださいって話は、実はしています。で、これはPLA よりはですね、やっぱり TPU 樹脂の方が、この糸引きでこうゴミがこう表面についちゃうっていうのが多いので、この白いやつもそうなんですけど、他にグリーンのやつとかね、あとは青いやつとかも、作ってそのお任せすることがあるんですけど、やっぱり皆さんこう、地道にちまちまこう、処理をしていただいているという感じなんですね。で、今回、PLA 樹脂の糸引きっていうことなんで、PLA ってそこまで糸引きますかねっていうところが一つ疑問としてちょっとね、この質問もらった時にあったんで、もし TPU だとしたら、なんだろうな、プリントの質を高めるためにはですね、やっぱスライスをうまくいじっていかないといけないですよって話をしなきゃなというふうに思ったんですけど、まあ、TPU のもやっぱ同じで、で、プルサミニをね、使っているっていうことなんで、まずそもそも、ボーデンタイプの 3D プリンターっていうのは、どんな樹脂を使っても、糸引き多めに出ます。で、これはもうしょうがないのかなっていうふうに思っていて、でですね、ちょっと模型もなんかも作ってみたりして、今回ですね、こんな模型を作ってみたりしてるんですけど、まあ、ノズルがありますよね。ノズル先がありますよね。で、こうフィラメントをこう積み上げてですね、こう、作っていくわけですけれども、このノズルに対してこうフィラメントがこうぐーっと押し出されて、こうフィラメントと一緒にこうノズルが移動してこう積み上がっていくってやつが、まあ、FDM というね、3D プリンターで、まあ、別に Mark3S だろうが、まあ、プルサミニだろうが、その他のね、メーカーさん、例えば、まあ、最近だとクリエイティとかが多いのかな、とかですね、に比べて、まあ、同じですよね。仕組み的にはもう同じです。ここを熱して、溶けたフィラメントをエクストルーダーで押し出すと。そういう構造になっています。で、糸引きが起きるっていうのは、このノズルがですね、こうちょっと分かりづらくて申し訳ないんですけど、こう動きますよね。こう動いて、こう、絵というかその、平面にこうスライドして描いていくと思うんですけれども、この瞬間ですよね。ここの点が終わったら、こっちに飛ぶ。要は、ここから、ここに移動するときに、このノズル先端にフィラメントが残ってしまっていて、こうヒュッて移動した時に、なんかこう糸を引いたみたいに、そこだけゴミが残っちゃうみたいなね。デブリみたいになっちゃうみたいな、これ現象が、まあ、糸引きという現象になります。今、別にもうプルサに限らずですね、大体の今の FDM プリンターって、スライサーの中で、こうやってね、引き抜く。この A のポイントでのプリントがね、こうやって終わりました。じゃあ同じ層の、次の場所にね、移動しますって言った時に、ここに入ってるフィラメント一回引っこ抜いて、
ここのね、中に、ノズル先にないようにしてから、クッと動かすっていうね、そういう風な、構造になっていて、これリトラクトっていうね、リトラクション、スライサーによっては、リトラクト、リトラクション値、引き抜き値っていうような言葉で、表現されているパラメーターが、この、クッと一回引き抜く、ノズル先からクッて引き抜いてから移動させるってね、そのパラメーターの項目に、名称になってます。で、糸引きが多いということは、ノズルの先端、あるいはノズル付近にフィラメントがまだ残ってる状態、で移動しちゃってるから、その分、どうしてもゴミがついちゃうというか、糸引きが残っちゃうっていうことが、主な原因だということなので、このリトラクト値を、操っていくというのが、スライス時点でのポイントになります。なので、この、ハンドルネーム万年補欠さんのですね、PLA フィラメントで、糸引きをするオブジェクトが、どんなものを作ってるのかっていうのが僕も、現状今わかんないんですけども、リトラクト値を、うまく、操作していくとですね、綺麗に、作れていくと、いうふうに理解してもらうのがいいかなというふうに思っております。はい。ですね、今スライサーをちょっとご覧いただいております。これスライサーですね。で、リトラクトを操作するのが、そもそもどこにあるのかっていう話なんで、プリンター設定っていうところにまず行ってください。で、この中のですね、エクストルーダー1っていう項目があるので、この項目の中で、リトラクションっていうのを探してください。ここですね。あります。このリトラクションっていうのがあります。はい。探せましたかね。この、プルサスライサーの上にある、プリンター設定、そこから、左側のメニューに行ってですね、全般カスタム G コード、機体の限界、エクストルーダー1とかって書いてあると思うんですけど、このね、エクストルーダー1に、行ってください。大丈夫でしょうかね。で、その中に、リトラクションっていう項目がありまして、基本的にはこの長さ、ですね、引き込みのこの、あたりですかね、を操作していく感じになるんですけど、基本的にはこの長さでですね、やっていくといいかなと思います。この長さですね、ここを、調整していきましょうという感じです。で、プルサミニの場合は多分デフォルトで、これいくつになってるのかな ?4 になってるんですね。プルサミニの場合は、このリトラクション値、がですね、つまり、リトラクション値が4ミリっていうことは、オブジェクトをですね、こういう風に書いていって、4ミリ引っこ抜いてから動かすっていうね、動作になってるっていうことですね。だからこのリトラクション値を、なるべく、コントロールしていく。例えば増やしてみる。例えば減らしてみるっていうことを、していくことで、このね、糸引き現象っていうのが、解決されていくという感じになります。フィラメント設定にもあるんですけど、基本的にはその、プルサのミニはですね、この、プリンター設定の中で決めていく感じになりますので、まずここをいじりながらですね、適正値を探っていくっていうことを、ちょっとしていってほしいなというふうに思います。で、ちょっと戻りますと、戻りますとですね、ここですね。で、リフト Z、それから Z をリフトとかってありますよね。ここはね、ちょっと後で解説しますね。で、引き込み速度、それから復帰速度、それから追加の戻り距離、吸い込み後の最小移動値などなどありますよね。で、レイヤーチェンジ時の対比とかですね、いろいろ項目があるんですけれども、基本的にはですね、ここのパラメータを大きくしていくとですね、その分引き込まれるというかですね、糸引きがしにくくなるというふうに解釈していいとは思います。ですね、ここ、そうですね、リフト Z っていう、これ、プルサスライサーにしかないのかなちょっと僕も、マーク 3S で、使ってて気づいたんですけど、プルサスライサーの中にある長さのね、下にあるリフト Z っていう項目なんですけど、同じようにこう書いてて、その、引き抜いて、さらにノズルを上げるっていう動作ですね。だから、リトラクションの長さっていうのが4っていう時は、これをぐーっと動かしていって、これを引き抜いて、4ミリ引き抜いた上にさらに 0.2 ミリ上げます。そして移動させて戻るというね。こういう動作ですね。引き抜いて、上げて、移動させて、戻して、フィラメントをロードするという流れですね。で、これの、どこまでリフト Z 上げますかっていうのが、このリフト Z っていう項目になります。はい。なので、例えばですね、これを 0.3 上げてみるとかですね。今これ 0.2 になってますけども、0.3 にしてみるとかですね。ちょっといろいろ増やす方向でパラメータ調整をしてみると、糸引き現象がですね、解消される可能性が、
高いというところですね。ただこればっかりはですね、作ってるオブジェクトにもよるので、ちょっと後ほどですね、これでテストしてみてくださいっていうデータを示しますので、ちょっと待っててくださいね。で、これいちいちこのプリンター設定でしなきゃいけないのかっていうのがちょっとめんどくさいと思うので、フィラメント設定に行ってもらってですね、このフィラメント設定に行った時にフィラメント、クーリング、上級者向け、フィラメント上書きっていうのがあるんで、このフィラメント上書きっていうのに、行ってですね、例えば、ハンドルネーム万年補欠さんが使っているフィラメントが、まあちょっと僕メーカーはわかんないですけど、なんとかかんとかっていうメーカーの PLA だとしたらですね、なんかジェネリック PLA かなんかで、このプリセットを選んでおいてですね、コピーしておいて、この長さとリフト Z にチェックを入れて、ここで例えば、このフィラメントは糸引きやすいから5ぐらいに引き抜いておこうか、みたいなね、風にしておいたりとかですね、リフト Z0 になってるけど、これを 0.3 にしておこうか、みたいな感じで保存しておくとですね、この、フィラメントのね、設定値がこう、上書きされてですね、プリンター設定よりも、このフィラメント設定の方が優先される形になりますので、これで一つ一つですね、使っているフィラメントの最適値を、まあ、保存してあげるというようなね、イメージで、やっていってくださいという感じですかね。あとはですね、ノズル先の温度が高いと、まあ、どうしてもやっぱり糸引きがちになりますので、5度ずつ下げてみるんですね。ここのね、温度を5度ずつちょっと下げてみて、例えば、220度で出してて、ちょっと糸引きやすいなと思ったら215度にしてみるとかですね。210度でもまだ糸引くなと思ったらちょっと205度にしてみるとかですね。5度ずつですね、ちょっといろいろ適正値を探っていくと、よろしいかなと思います。クーリングとかもあるけど、まあそんなに関係はないと思うの、関係はないというか、影響がないと思うので、まあ、いじるポイントとしてはですね、このプリンター設定でまず、プリンター全体のね、基本値を設定して、フィラメントの設定の中で、それぞれのね、フィラメントの、項目を作ってですね、保存しながらですね、長さ、リフト Z の上書きをしていくというところからですね、ぜひ、糸引きの解決をね、探っていっていただきたいなと思います。まず、PLA 樹脂のね、出力物の糸引きどうやって処理したらっていう質問だったんですけど、まず糸引きが、最小限になるようなセッティングにしましょうっていうのが、今ね、僕がプルサスライサーをお見せしながら、解説した項目になります。で、表面処理っていうところも多分、ABS ならサンディングもできますがっていうような、書いてあるので、その、処理方法もですね、多分、知りたいのかなっていうふうにちょっと思ったので、今ある PLA だと、5万円とかかな。まあ、確かにちょっとこう、ピロッと出てる部分もあるけど、多分ね、僕はこうやって、ニッパーで地道にこういう風にやるしかないかなっていうところですかね。ただ極力ですね、やっぱ糸引きがないようにするっていうところがポイントだと思うので、やっていただくっていうところと、あとね、その同じ PLA 素材でも、これじゃなきゃダメっていうのがもしないんであれば、PLA、ポリメーカーから出てるね、ポリテラというね、PLA 素材があるんですけど、それはね、サンディングしやすいですし、低温215とか210度ぐらいでも綺麗に出るんで、糸引きが少ないかなというふうに思います。ちょっとね、試してみても、ただ細かいディティールが出ないかな。大雑把なフィラメントだなとは思うので、細かいものを作ろうとしたらちょっと向かないんですけど、どうしてもやっぱり糸引くと、その PLA が糸引いちゃうってことであればですね、フィラメント、ポリテラというね、フィラメントがありますので、それであればですね、比較的、少ないかなと思います。1キロで2200円とか、多分先週もね、僕ポリテラってありますよって、おすすめフィラメントで紹介してると思うんですけど、ぜひちょっと検討してみてください。ポリテラだったらね、スタンディングできるはずなので、結構ね、簡単に、削れるので、カッターとか、デザインナイフとかでもサクサク削れちゃうやつなので、ぜひ僕としてはおすすめですね。セラカンナっていうのがあるんで、それもちょっとおすすめしておきましょう。PLA フィラメントってやっぱりどうしても安ったりすると毛羽立っちゃいますよね。なんかうまくいかないっていうか。これね、セラミックのカンナ、セラカンナっていうので多分検索すれば出てくると思うんですけど、セラカンナを使ってですね、こう、ちょっとこう出てしまってる部分をこうやってこう削っていく。サク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 っていう感じで。で、これ刃物ではないので、こう手に当たっても怪我しない感じなので、ね、
こうやってこうサク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 って削っていくことはね、僕は結構多いですね。セラカンナおすすめです。これ、あれなのかなボークスっていう、なんだ、模型も売ってるけど、基本的には造形屋、ドール屋さんなのかなまあ多分 Amazon とかにも置いてあると思いますけど、Amazon で探してもしなかったら、造形村っていうね、ボークスっていうその、お店がやってる、ところのブランドだと思いますので、そこでね、形探してみてください。こういうね、半月型になっているものを僕は愛用してるんですけれども、なんかもっとこう、デザインナイフみたいな直角みたいなのもあればですね、もっとこう、細いやつ、細かいやつもあるので、ちょっといろいろ自分の作ってるものに合わせてですね、探してみて、使ってみるとね、フィラメントとか、まあ、出来上がったオブジェクトの後処理には有効だったりしますので、ちょっとやってみてください。